こんにちは皆さん、どうもダリネコです。今回は名作漫画ドラえもんの謎についてお話ししましょう。ドラえもんは非常に魅力的な生活ギャグ漫画でございますが、実はとても多くの哲学や謎を散りばめているのです。このシリーズではその中でも特に強烈な謎を4つご紹介いたします。ではまず1つ目の謎でございます。コミックス第1巻せわしくんという謎。ドラえもんは素晴らしい漫画です。もしよろしければぜひコミックス1巻を買ってお読みいただければと思います。ドラえもんはせわしくんと一緒に未来からのび太の運命を変えるためにやってきました。のび太が今のままだとジャイアンの妹ジャイ子と結婚し、借金まみれの生活を送ること、のび太の孫の孫であるせわしくんの代までその借金が残り続けていること、この運命を変えるためにせわしくんはドラえもんにのび太の教育係をさせることにしたのです。ここでのび太には一つの疑問が浮かびます。もしドラえもんの教育によって過去が変わってしまったら、未来のせわしくんが生まれてこないのではないだろうかということです。しかしそれに対してせわしくんは、歴史の流れが変わっても到着地点であるせわしくんは必ず生まれてくるという説明をします。ふむふむ、どういうわけでそうなるのか正直よくわかりませんが、とりあえず歴史が変わっても他で釣り合いをとってせわしくんが生まれてくることには変わりはないということが描かれています。よくはわかりませんが、藤子 F 不二雄先生の SF 理論があるのだと思います。さて、ここで謎が一つ生まれます。もし運命を変えて過去が変わり、のび太がしずかちゃんと結婚することになったら、せわしくんの未来の借金もなくなり、輝かしい裕福な生活を送ることになります。しかしせわしくんが未来で裕福な生活を送るなら、過去ののび太のもとへドラえもんを派遣する必要がなくなります。過去にドラえもんを派遣しなければ、のび太の運命は変わらず、ジャイ子と結婚し借金を抱えることになります。そうなると、せわしくんの未来は貧しいものになります。はて、ここには大きな矛盾が生じているようですね。漫画ではせわしくんは未来においてお年玉50円の貧しい生活をしています。もし過去を変えられていたなら、せわしくんにはそんな悩みなどそもそもなかったはずなのです。そうなのです。もうお分かりの通りで、過去は変えられないのです。タイムマシンで過去に行くことはできても、そこで過去で行った事実はすでに元の未来の世界でも引き継いでいなければなりません。例えば、ある日お金に困っている時、未来の自分から100万円をもらいました。それから20年後、お金持ちになったので、タイムマシンで20年前に戻って過去の自分に100万円をあげました。これは問題のないことでございますが、ずっとお金に困っていました。20年後にお金持ちになったので、タイムマシンで過去の自分に100万円をあげました。これはありえないことなのです。なぜなら、20年前の自分は未来の自分から100万円を受け取っていないのですから。タイムマシンで過去の自分に100万円をあげに行ったとしても、絶対に何かしらあって機会を逃してしまい、
未来の自分は過去の自分に100万円をあげることは絶対にできないのです。しかしのび太は結局静香ちゃんと結婚し、のびすけという子供も授かります。なぜでしょうか。どうして過去を変えられたのでしょうか。実は一つだけ過去を変えることができるパターンがあるのです。それはパラレルワールドです。つまり自分のいる世界の過去はもう変えることはできません。しかしパラレルワールドの過去を変えることはできます。セワシ君はドラえもんを送ることでパラレルワールドの過去ののび太の運命を大きく変えたのです。しかしそのパラレルワールドののび太の運命を変えたことで生活が裕福に変わったのはパラレルワールドのセワシ君であり、最初に漫画に登場したセワシ君には全く何の影響も及ぼしません。セワシ君は一体何のためにドラえもんを送り、のび太の運命を変えようとしたのでしょうか。あなたにはわかりますかな。Then shoot, I can't die. 똑같은 질투 더 높이 올라와. 공기도 달라, so high. I don't see you, you talking digits. Yeah, I kill it. mean I spit like a villain. Ba-da-da, ay. It's getting boring. No momentum. I'm a